ハローパカー、はじめまして。競馬をこよなく愛する V 戦士ひずめきぱかりと申します。今日はね、レースから離れて改めておみゃーさんは一体何者なんよと思われた方向けの地語り動画なので、ちょっとした息抜きに見てください。実は私ですね、とある一件があって競馬に人生を救われた一人です。その出来事がきっかけでこのチャンネルを始めました。今日はなぜ私が競馬 VTuber になったのかという原点のお話をしたいと思います。実は子供の頃から競馬の存在は知っていて、私の両親がディープインパクトのファンで、名前はね子供の頃から知ってたし、特集なんかも両親と一緒によく見てたの。それからね、何年も経ってウマ娘が流行った頃には YouTube でゴールドシップ、これはね馬の方のねゴールドシップのショートが流れてきて、何この面白い馬って画面を見て笑ってはいたんだけど、この頃はねまだ自分からレースを見るっていうほどではなかったんだよね。そんな私が3次元モデルで、今はね2次元モデルなんだけど、実は3次元モデルも実装していて、3次元モデルで無事に社会人になったはいいものの、それがね本当に想像以上に大変な毎日だったんだよね。で、私が入った時同期がいなかったんだよ。で、配属された部署が男性しかいない環境で、ちょっとね女性に対してどう教えればいいのか、先輩とか上司もわからないからちょっと触れられないって感じで、マニュアルもなかったから必死にね見て覚えるってことしててさ、で専門職っていうこともあって甘えられないし、本当にね毎日必死に食らいつくっていう日が続いたんだよね。で、私のね容量も本当に悪くて休日出勤も続いちゃって、なんとそのタイミングでね家族に不幸もあってっていう、きつい時って不思議とさ重なるじゃん。仕事はね好きだったんだけど、少しずつね心に余裕がなくなってたと思うんだよな、あの頃。なんでねこんなに歯切れが悪いのかって、あんまりねその頃の記憶って正直残ってないんだよね。本当にね毎日が必死すぎてで、趣味とかもあったんだけど、もう好きだったこととかも一切興味なくなっちゃって、でほぼね毎日が起きる、仕事行く、終電で帰る、寝るの繰り返しだった。でね、そんなある日ね、久しぶりに日曜日が休みになったの。ね、久しぶりの休みだし掃除したいなーって頭では思ってたんだけど、全然体が動かなくて、ソファーに横になって、もうなんか無音が嫌だったから、なんとなくテレビを流したんだよね。で、その時たまたまねテレビから発送前のファンファーレが聞こえてきて、競馬かーって、その時はね目を閉じたままただ聞き流してたんだけど、しばらくしたらねテレビの中の実況とか観客の声がガラッと変わって、あんまりにも異様な空気だったから、何かあったのかなと思って目を開けたら、一頭だけね信じられないくらいの超大逃げを打ってる馬の姿が飛び込んできて、それがねサラスだったの。これが忘れもしない2022年天皇賞秋。このレースは概要欄に JRA 公式のリンクを貼っておくから、見たことない方はぜひ一度は見て。本当に歴史に残る名レースなので見て損はさせませんでね、私はその瞬間ギャグ漫画みたいにソファーからゴロ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 って転がり落ちて、何この馬って釘付けになっちゃって、気づいたらね知らない馬だったのに頑張れって声に出して応援してたんだよ。もうこれね今でもねなんでそんなことしたのか不思議なんだけど、最後はねイクイノックスっていう世界最強馬にゴール手前でね刺されて
追い抜かれて負けちゃったんだけど、でもねその時にね思ったことがあって、必死に頑張っても結局追い抜かれる、報われない、結果が伴わないことってやっぱりあるんだなーって。でも最初から全力でね手を抜かずに体力の限界を超えて走り切ったパンサラッサと馬を信じた吉田豊さんの姿って本当にね誰よりも何よりもかっこよく見えたんだよな。負けたのにねめちゃくちゃかっこよく見えたんですよ。当時ね毎日空回りで必死にやっても報われない気がしてた自分の姿とパンサラッサがね本当におこがましいんだけど、その時はどうしても重なって見えちゃって、気づいたらね涙が止まらんかったもうねジブリ泣き。パンサラッサの走りに勇気もらったの。頑張れ、もっとやれるだろ、頑張れるだろ、諦めんなーって、彼のね背中じゃないけど走りで語ってくれたねパンサラッサ。人生を折れかけてた心に生きる勇気をもらったというかで、その時久しぶりに心がめちゃくちゃ動いて、あ、この馬に会いたいってそう思ったこの瞬間が競馬に救われてこれから夢中になる私の入り口。競馬を好きになってから猛勉強してたくさん競馬の動画も見ました。でもね初心者だった私には専門用語ばっかりで難しい動画がすっごく多かったんだよね。もっと初心者向けに説明してくれる動画あってもいいのになーってそう思うことが何度かあって、でね私がねもっと検索すれば見つけられたかもしれないんだけど、ちょっとねその時は見つけられなかったんだよね。せっかく馬に興味あるのに入り口でつまずいてるのもったいないなーって競馬にハマりたての時は思ったよ。正直競馬知ってる人も教えてくれる人も私の周りにはいなかったしね。でここで昔の私みたいな人の入り口になれるようなチャンネルないんだったら自分で作ったらええやんと思って思いつきで YouTube 始めてみたそんでなんで VTuber を選んだんですかっていう理由についてなんだけど、私3次元モデルでは現役で会社員をしてるから顔出しができない。でも声だけじゃ感情が伝わりきれない不安もあったし、単純にね画面が寂しすぎて見てもらえないかなって思ったの。だから競馬っていう世界観を大事にしながら表現ができる方法として思い切って VTuber っていう形を選びました。正直ね予想もしないし何か特別な知識もないこの活動を受け入れてもらえるかってそれはね結構賭けだと思ってる正直。でもせっかくだしやってみてダメだったらその時考えようって思った。あとね海外でもウマ娘きっかけに日本競馬っていうのが知られるようになってきてると思うんだけど、いつかウマ娘以外の競走馬そのものにも興味を持ってもらえたら嬉しいなーって思って、この姿だからこそ海外にも競馬の魅力を届けられる日がいつか来たらいいなーなんてねおっきな夢もあったりはする。パカリチャンネルってね偉そうなこと言ってんだけど、実は私動画編集もこの二次元モデルの動かし方も配信経験も全部未経験ゼロからのスタートもちろん裏にプロデューサーがいるわけでも事務所に所属しているわけでもない友人知人に配信してる人、動画編集してる人なんてゼロ。完全に独学一人の個人勢です。もうね一つ一つ勉強しながら続けてます。だから動画を作るのも人一倍時間がかかっちゃうし、
至らない部分とかもすっごくたくさんあると思います。みんなスマニアだぜ。絶対スキルアップするからちょっと待っててねあとさ、ないようには十分気をつけるんだけど、なんせ人の手でやってるからさ、万が一間違った発信とかしちゃってたら、競馬ファンの皆様、先輩方、どうかね、ぜひ優しくコメントで教えてもらえると嬉しいです。こればっかりはね、本当に気をつけないとダメだね。頑張ろう。お願いします。改めてこのチャンネルで伝えたいことは、初心者さんには競馬の入り口になるような動画を、先輩方には競走馬の魅力たっぷりな動画を、みんなが競馬をもっと楽しめるような動画を作っていきたいなというふうに思ってます。私は競馬歴が何十年もあるわけじゃないです。だからこそ初心者だった頃の気持ちを忘れずに、あの頃の私が見たかった動画を作り続けていきたいなと思ってます。私は冗談抜きで競走馬に人生を救われたと本気で思ってます。あの時もし競馬を見ていなかったらって思うと、本当に怖いね。今振り返ればそれくらい当時って追い詰められてたと思う。みんなもね、きつい時に支えてくれた存在って少なからずあると思うんだ。それがアニメだったり漫画、ネット文化、アイドルやスポーツ、趣味、動物とか、中にはお酒やギャンブルって人もいるかもしれないね。私にとってそれがたまたま競馬だったっていうお話です。人に迷惑をかけてないなら、その人の好きって気持ちは尊重されるべきだと私は思っていて、このチャンネルを通して競馬ってギャンブルだけじゃないんだ、こんなに馬って感情豊かで面白くて可愛くてかっこいいんだって一人でも多くの人に伝えていけるように頑張ります。競馬が好きだってね、もっと胸を張って言える人が少しずつ増えてくれたら、私は本当に嬉しいです。競馬を好きな方もこれから好きになる方も一緒にね、競馬を楽しんでいこうね。もし一緒に競馬を楽しみたいな、応援してもいいよって思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援していただけるととっても励みになります。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次のレースでお会いしましょう。頑張るぞー。ひずめきばかりでした。おつぱかー。競馬って本当に面白いよね。いつか配信でみんなの推し馬の話も聞いてみたいな。